香りが欲しいなって思ったらコリアンダー、ある程度焼き色がついたら、はい、今日はね、カレーね、なんていうのかな、ルーを使わないカレー、スパイスカレーっていうのかな、ルーを使わずに、カレーを作っていきたいと思います。ルー使わずにね、カレー作るっていうと難しく感じるかもしれないんですけど、意外とね、簡単に美味しくできるんで、皆さんもぜひぜひ試してみてほしいなと思って。で、用意するのはこの辺ね、玉ねぎ、人参、トマト、セロリ。で、トマトのヘタだとかね、人参の皮だとか、硬いところ外してあげて、で、そしたら、これを全部みじん切りにしていきます。でね、これみじん切りにするの結構手間なんで、プロセッサーがあるならプロセッサーにかけちゃって全然大丈夫なんで、そうだからあんまりね、手間増やさないように、使えるものは使った方がいいかとは思いますので、その辺ね、うまいことやってください。まずはこの野菜炒めて、このカレーのベースを作りましょうという感じですかね。みじん切りの粗さは好みで調整してほしいんですけど、僕はなるべく細かい方が好きですかね。僕もプロセッサーある時はプロセッサー使って結構ね、ペースト状になるまで、細かくしちゃいますかね。そうでね、こういうね、シチューだとかね、カレーだとかね、セロリはね、あった方が僕はね、美味しく感じますかね。香草類っていうのは香りのある野菜を多めに入れてあげた方が香りが立って自分美味しく感じますかね。でね、こんな感じで細かくなったらどんどんね、ボウルで合わせていっちゃって構いませんので、トマトの場合はね、トマトってね、結構火入れてもこの皮が残るんですよ。なんで、気になる方はね、熱湯に通してね、トマトの皮剥いてあげた方が食べやすいかとは思いますんで、その辺はね、お好みで調整してくださいと。こうね、皮ごとね、包丁で切れれば多分そんなには気にならないと思うんで、この辺もね、好みで調整してくださいって感じですかね。でね、このね、入れるね、野菜の割合っていうの、玉ねぎだとかセロリだとかはもうこの辺はね、好みで大丈夫ですね。はい、こんな感じでね、野菜細かく切れたら今度炒めていきますと。で、炒める時はね、これオリーブオイルね、なければサラダ油でもって感じですよね。フライパン温まったら、野菜入れて炒めていきます。で、どのぐらい炒めるのかっていうと、よく言うね、玉ねぎが飴色になるまでじゃないですけど、結構ね、しっかりめに炒めて、これ野菜の甘みが出るぐらい炒めた方がいいのかなとは思いますかね。あくまで僕の考えなんですけど、このスパイスカレーって結構ね、このね、野菜をしっかり炒められるかどうかで味が決まるっていう、ここはね、頑張ってちょっと時間かかるんですけどね、頑張って炒めてくださいって感じですかね。めんどくさかったらちゃちゃっとでもいいと思うんですけど、でこんな感じでね、
色づくまで炒めてあげればいいのかなと。でね、多分ねカレーは僕より全然詳しい人がいると思うんで、そういう人たちがね多分コメント欄に「いや玉ねぎから最初に炒めた方がいいですよ」とか「トマト最初に入れると酸味が飛んじゃいますよ」とかね、なんかいろいろコメントくれると思うんで、皆さんコメント欄を参考にねレシピを作ってくださいませとはい、でこのぐらいまで色ついたら、火止めますと。でこれねなんかバットかなんかにね取り置いて、で冷ましますよと。このね炒めるのが結構手間じゃないですか。正直この状態で冷凍しておけばいいんで、だからね時間のある時にまとめて作って、作り置きしとけばいいんじゃないかな。でこれね多分ねこの鍋底についた野菜のね焦げた香りが美味しいんですよとか、そういうのもあると思うんで、もうそういうのはね、遠慮なくバンバンコメントくださいって感じですかね。これができたら、今度ね肉を炒めてカレー作っていきますよと。でまたねこれオリーブオイルちょっと入れてあげて肉焼いていきます。でねこの肉はね多分何でもよくて、今回はね鶏肉ね、でこれは手羽元っていう骨付きの肉からも出汁をね取りたいんで、ある程度強火でね焦げるぐらいまで炒めちゃいますね。でちょっと映像撮ってないんですけど、この肉はね薄くねあらかじめ塩振ってから僕は炒めてますね。なんか肉ってどうしても下味がついてた方が美味しく感じるんで、こんな感じでね、肉にある程度焼き色がついたらさっきの野菜を入れていきます。でこれ使わなかった分は冷凍しちゃうんで、ここでね野菜もう一回炒めてあげて、そこに今度、水を入れます。で水は適量ね一旦沸かしますよと。沸いたらねここからね、こんな感じでいろいろねスパイス入れていくんですけど、その前にね必ずここでね味見をした方がいいと思っていて、これ味見するとどうしてもねこのね鶏肉入れただけじゃね旨味が薄いと思うんですよ。で旨味が薄いなと思ったらコンソメだとかねブイヨンだとか、そういうね動物性の旨味が入ってる調味料あるじゃないですか。あれをね加えてスープにコクを加えてください。このスープが美味しければ多分カレーって美味しくできるんですよ。で味見してねしっかり美味しいスープになっていたら、ここにスパイス加えていますと。この時に塩分はね最後に整えるんで、しっかりねスープに旨味が出てれば大丈夫ですね。入れた方がいいなって思うのはこれガラムマサラと、あとコリアンダーってパクチーですね。パクチーの粉で、あと辛いのが好きならこれね一味じゃないですけどカイエンペッパーみたいなね、クミンっていうのは結構ねザ・カレーの匂いっていう感じがするスパイスですかね。この辺ね適当に入れてあげて、ちょっと色つけたかったらこれねターメリックっていうのはあれですね、ウコンですね。あとは胡椒なんかも入れてあげて、でつどつどで味見してみて、ちょっと辛さが欲しいなって思ったらこれねカイエンペッパー加えたりだとか、もうちょっとスパイシーな方がいいなって思ったらガラムマサラね、入れてあげたりだとか、香りが欲しいなって思ったらコリアンダー加えたりだとか、さっきコンソメ加えたじゃないですか。あそこでねしっかりねだしのベースができてれば、スパイスはね何加えてもね意外と美味しいですよ。スパイス入れてこの香りだとかね辛さが決まったら最後、塩でね塩分調整しますと。コンソメ自体にね結構塩分が入ってるんで、意外とねこの段階でね塩なしで結構味が決まっちゃってるなんてこともあるんで、だから塩はねほんと最後味が薄かったらちょっと塩分足してあげるっていうイメージですかね。で塩加えてね、このままね好みの濃度になるまで詰めれば
完成って感じですかね。これね、小麦だとかね、そういった粉類入れてないんでシャバシャバなんですよ。シャバシャバのカレーが嫌いって方は途中でね小麦入れてあげた方がいいとは思うんですけど、こういうねスパイスカレーってこのシャバシャバなのが美味しいと思うんで、僕はこの、野菜のこの濃度だけでいいのかなとは思うんで、もうその辺もお好みでって感じですかね。いい感じに煮詰まったらカレー完成って感じですね。はい、で、あとはね、ご飯と一緒でもご飯とバラバラでも好みでね盛り付けて完成って感じですかね。今回はねだいぶざっくりとした動画ではあるかと思うんですけど、家庭料理ってね、そんなに几帳面にならずともある程度ね自由度があった方がいいんじゃないかなとは思いますかね。ということで、以上スパイスカレーの作り方でした。